はいたい、皆様こんにちは、長峰かなです。プチ沖縄トラベラーへメンソーレ。私はスタジオから沖縄大好きな外国人2人、バンソンとクリスタルの行方を見守りながら、うちなーんちの目線で2人の取材に対しコメントさせていただきます。さあ、今回お二人はどちらに迷い込んだのでしょう。早速見ていきましょう。お二人、ウニゲーサビラ。ご覧の提供でお届けします。はいさーい。バンソン、何その格好 What in the world are you wearing? ちょっと大きめな幼稚園児です。これからね、日本がちょうど新学期スタートでしょ。だから今日は我々も学生になってあることについて勉強したいと思います。何勉強するの？それはもちろん沖縄の言葉、Uchinaguchi. So today we were going to learn about the Okinawan language, or it's called Uchinaguchi. So the Okinawan language was used mostly by the royal court from the start of the 15th century, but then after that it spread to the common people, and then everyone started using it and then using it in like poems and songs, and it really flourished in the arts. Now, Okinawans today don't really speak Uchinaguchi that much anymore because of the centralized Japanese education system, media, and many other factors, but the elderly Okinawans still can speak Uchinaguchi. 今日はこちらのね、天ブス那覇文化会館の方で素敵な内名口の先生を呼んで2人で内名口の勉強したいと思っておりますので、今日はお勉強の会です。早速行きましょう。せーの、レッツゴーやー。いや、バンソンさんの格好なんですか。もうだいぶ大きな幼稚園児でしたけど、超目立ちますね。なんかちゃんと帽子とかカバンとか小物も持ってたし、なんか内縄口っていう沖縄のね、大切な文化を伝える会にするっていうテーマを話してたんですけど、ごめんなさい、全然入ってこなかったです。もう格好がインパクトありすぎ。今日お邪魔させていただく那覇市文化展物館は国際通りの真ん中にあり、情報発信の拠点や交流活動の場としてさまざまな貸し施設を有しています。沖縄の文化芸能を発信する幅広い芸能のイベントやエーサー、三線、琉球舞踊、琉球料理、空手などの体験もあります。また集客250人前後の立派なホールもあり、伝統工芸館では壺屋焼き、琉球漆器、首里織、紅型、琉球ガラスなどの展示、実演、販売やさまざまな体験も行っています。さあ、早速ね、この文化展物会館の中に入って今からね、とても有名な先生をお呼びして内名口を教えてもらいます。やったー。もうずっと習いたいって言ってたからね、この人。You wanted to learn so much the 内名口, right? I want to speak fluent Uchinaguchi. じゃあ今日これでペラペラになるかな。まあ早速ね、先生を紹介したいと思います。準選手さんです。はいさい、準選手エビウニゲサビラー。カメラこっち、我々こっち。はいさい、準選手エビミーシッチョーティ歌ビミセビリウニゲサビラ、よろしくお願いします。よろしくウニゲサビラ。はい、お願いします。もういつもされてるこのビギナー向けの講座をぜひ今日お願いしたいと思います。はい、今日はバンソン君でよろしいんですかね。バンソン君で。じゃバンソン君はちょっと今日幼稚園児なので。そうこれはちょっと無理がありますよね。そうですか。カバンの中何が入ってるのかちゃんと教科書とか入ってますか。からです。で、この関係としてはまあ親御さんっていうことになるんですかね。あ、お母さん。早速なんですけども、この内名口というのはですね、沖縄語、あるいは沖縄口
となりますけども、これから内縄口になって、でそれが内縄口って言ったとしてもこの地域によって全然違うから、これを島の言葉島言葉っていう言い方にしましょうって県が推進してたりとかするんですよ。そうなんですね。はい。すでに気になった言葉あったんですけれども、はいはい、島クトゥバっていう、本当は日本語で言葉っていうじゃないですか。はいはい、これがクトゥバになってたっていうことはどういう声は？なるほど。あいうえおじゃないですか。普通は。はい、それが、この島クトゥバに変換する場合、あがあ、はい、いがい。これまで一緒じゃない。しかしうがうなんです。お、しかしがなんでしかしだったんだ。で、えがいで、おがう。あいういうとなります。ああ、じゃあ日本語、標準語のあいうえおが島言葉では、はい、あいううっていうことは言葉のこととがくつになって島くつばっていうことですね。あ、早いっすね、やっぱり。いやいやいや、本当に幼稚園生ですかね。幼稚園生早いな、この飲み込みが早いです。そういうことなんです。だから皆さんがいる、もう僕もずっと37年間生まれ育っている、沖縄、はい、沖縄っていう文字、これをですね、変換しましょうまず。はい、で、おを変換したら何になりますか？うですね。うになりますね。で、きが、この訛というか、それでち。ちなんですね。これは家業が全部ち行になるんですか？家業、単語によってまた変わってたりとかするんですけど、はい。でもきがじゃあちなんですね。ちになります。で、なは、これもな。そのままなですね。はい。で、これはもう雰囲気ですね。雰囲気で伸ばす。わがあってことじゃ伸ばす感じ。はいはい。これが内縄。内縄。沖縄が内縄、だから内縄口。つまり内縄口というのは沖縄口という意味ですね。沖縄口と言われてました。また沖縄語とも言われてましたけども、その内縄っていうのは、沖縄は内縄って、もう皆さんこの内縄自体は分かると思うんですよ。聞いたこともあったりとか。で、こういう変換のされ方で内縄になってるっていうまでは多分気づかなかったかもしれないですね。ああ、そうですね。はい。沖縄ではですね、どういった感じでの挨拶だとしても、ハイサイってよく聞きますよね。はい。ハイサイ。これ、ハイサイっていうのは、こんにちはも含めて、おはようございますもいろいろ含めての、はい、挨拶です。会った時にハイサイっていう。ただこのハイサイっていうのは男性が使う言葉ですね。そうですね。はい。で、女性が使う言葉を聞いたことありますか？はい。いつも言ってます。クリスタルさんがいつも言ってます。はい、そうです。ハイタイ。これはあくまでもこのサイとタイを使う場合には敬語っていうイメージですね。先輩に対してはこのなんとかサイ、なんとかタイと。はい、敬っていう言葉ですね。このサイとかタイとかは他の言葉でも使ったりはするんですか？例えばまたやサイとかだとしたら、またね、さようならっていうのが、またやサイ、また会いましょうねっていうことですかね。はい。はいはいはい。島言葉はさようならがないんですけど、またねっていう言い方になるんですよ。はい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 。で、またやって言ったら丁寧語ではないじゃないですか。ではなく友達同士とか。はい。あ、じゃあ友達だとまたやー。そう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 。なんで笑うの？なんか沖縄でさようならっていうのはないんですか？ないですね。なんかめっちゃいいんじゃない？よく、はい、日本語を勉強するための教科書に載ってる、これが本ですとかって言ったら、これはこうさっき言ったように、こがくになるからくで、れがり。はい。わはちょっと変則的なんですけども、や。あ、はい。で、本っていうのは種持って言います。種持書物？はい。すごい。すごい。めっちゃ嬉しかった今。種持。はい。で、レッスンのところはやいびん。これはよく聞くと思うんですよ。なんとかやいびん。なんか自己紹介の時も聞いたことあります。女性でも男性でもやいびん。やいびん。いやー、バンソンさんひらめきがすごい。なんか天才幼稚園児現るっていう感じでしたけど、すごい理解が早くてね、
すごかったですね。はい、じゃあある程度、教えたので、次はちょっとしたクイズを、ほはい、おー出していきたいと思います。うお願いします。はい、なぞなぞで。はで、一匹のヤギが鳴きながら道を迷っています。前と左と右の3択ですね。どちらに行ったでしょうか。あ、もうこれはね、わかりました。もううちなんちゅだったらもうすぐわかると思います。い。前はわかった。はい。わかった。はい。わかった。わかった絶対わかってる。絶対当たってる。マジですか。これ前はきっと聞いたことある気がするんですけど、うちな口ではめーっていう気がするんですよ。でヤギはめーって鳴くから、はい。だから絶対前です。正解です。イエーイ。悔しい。イエーイ。これは悔しいですね。ごめんね、ごめんね。これ怪しい、もう。怪しくないです。知りすぎて頭を使っただけです。カンニングやってるの？やってませんよ。これは悔しいな。カバンからですよ。割ったうやっこやいびん。はい。割っ割ったは私たちのうやっかやいびん。うやっか。おがうになってる可能性があるよね。あーこれもともとは。私たちを私たちうはうはです。うわですね。違うかどういう状況なの？さ親わかった。なんでなんで？いやわかんないけど、私たちは親子ですってことですか。正解です。うわそうです。正解です。私はうやがおやってクワがもうこうでもおかしくないなって思って、そうでやいびんはですだから私たちは親子ですっていうことで使いました。ありがとうございます。そうです。親子わったうやくわやいびん。親子です。で正解です。あはい。ありがとうございます。いや、バンソーさんすごい。確かにこのクワクワっていうのが小道とか数字グワって言ったりとか、あとかわいいグワ、かわいい子だねって子とか小さいに使うから、そこからひらめいたんですね。いや、すごい。私ちょっとうちなんちょとして悔しい。ひらめきが足りなかった。純選手紳士にとっては、はい内縄口とはどういう存在ですか。はい。内縄口というのはこの言葉がなくなったら沖縄の文化とか、歴史とかっていうのも全てなくなるって自分は思ってまして、やっぱりこの、ちょっと言葉が変わったとしてもこの沖縄の、先輩たちが、ずっと使ってた言葉っていうのは残っていってほしいなっていう思いがあります。そのもう継続させたいっていう気持ちはあります。あるんですね。ありがとうございます。はい、ニフェデビル。そう、ニフニフェェデビデビル。ル。デージもっと勉強したいやいびん。多少なんですけども、うん多分身になったと思うんですよ。なので、はい実践をちょっと街頭インタビューみたいな感じでこう内縄口を使ってあなたは何々ですかっていうことを聞いていくのはどんなですかね。伝わるかどうか。はいちょっと聞いてこいよね。聞いてみましょう。超気になりますね、僕も。これは配信の方で楽しみに待っててください。いや本当に今日ありがとうございました。はいもうすごい勉強になりました。さあ国際通りに出てこれで順位選手さんが教えてくれた内縄口が通行人の皆さんに伝わるかどうかをインタビューしたいと思います。本当に答えてくれるかな。伝わるのかな。っていうかもう伝わるのかな。まあ行ってみましょう。シティミティムヌーカビちゃん。わかりますかね。わかりません。皆さんマーからメンセビタン
みんなどこから来ましたか？東京。東京ですね。じゃあこの沖縄の言葉を聞いた感じ、例えば沖縄の方々がこういうのを喋ってる時は聞いてどういう印象ですか？優しい感じ。ああ、優しい感じがするんですね。なくなっちゃうから答えないように。ああ、大事ですね。いや、今日お時間ありがとうございます。まあから面接ビタン。วันนี้よ、今のあとの次の大道っていう。ああ、伝わった伝わった伝わった。じゃあもう一つお聞きしてもいいですか？ワンね、いい鍵合い便。いっぺいい鍵合い分の。おお、二平デビル、ありがとうございます。ありがとうございます。まあから面接ビタン。なんもわかんねくぬちゅう、チュラサイビンって質問です。この子可愛いっしょって。この子可愛いですかって。あ、伝わりました。伝わりました。ありがとうございます。まあから面接ビタン。行く先言えばいいの？おろくから。おお、伝わりました。ヒティミティムンヌーカディちゃん。朝ごはんのことね。はい、伝わりました。この内縄口をどういうに対してどういう気持ちですか？これからやっぱり守っていくべきとか。小さい頃からほら亡くなった両親が使っていたりおばあちゃんたちが使ったりしていたからなくしたらいけないような。そうですね。沖縄の大事な文化の一つですからね。ありがとうございます。お時間いただいてすみません。ニフェデビル。ニフェデビル。わあ、もう楽しかった。ねえ。勉強になりましたね。内縄口好きだし、前からちょっと勉強したいって言ってたので、今日はもちろん少しだけですけれども、ちゃんと基礎とか音とか、あと構造が少し分かったんですね、今日の説明で。実際街中の方々にもね、ちょっとお聞きできて、それがちゃんとまだ慣れてない言葉でも伝わったって実感した時はやはりもう嬉しいですね。So that was really a rare experience today to learn some Uchinaguchi, some Okinawan language, because there's not even that many teachers anymore on the island to teach it. So getting the opportunity to learn a dying language is really a 貴重な体験, a very great experience to have. So I'm really glad we got to do it, and I hope some people out there, even if it's one or two words, just try to remember some Uchinaguchi to let it survive out there. 最後にね、クリスタルに聞きたいことがあるんですけれども、ワンね、いい鍵合い便。いつまでその格好？それでは皆さん、See you, see さはい、今回も楽しい回でしたね。皆さんはお二人の内縄口のインタビュー、意味は分かりましたか？答えられましたか？本当にね、伝わった時のこのクリスタルの嬉しいっていうね、表情がで良かったですよね。この島言葉を通して内南地とコミュニケーションを取ることで、沖縄がさらにぐっと近くに感じられるかもしれません。私も島言葉を話す機会を自分からどんどん作っていきたいなと思いました。お二人、今回もありがとうございました。さあ、今日もお二人に沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。内南地の私でも新しい発見がたくさんありましたよ。さて次回はプチ沖縄トークとしてスタジオにバンソンをお迎えしてロケの感想や裏話、そして皆さんからいただいたご質問やお便りをご紹介させていただきます。お楽しみに。んじくみそうりよ。